はい、こんにちは。耳 い。YouTube、今日も90年代の上半期の最後の回になります。振り返っていきたいと思います。で、今回に関しては、また前々回か、ご紹介した小泉京子さんが出てるT シャツ特集の回になります。内容としては、ステューシーであるとか、アナーキックであるとか、そういったものを紹介しているという回になるので、一つずつちょっと紹介していければなと思います。まずこれが、テキストの文になっていて、ヒロシさんがベジタリアンであると。で、ハンバーガー食わないみたいな、そんな話をしていて、アナーキックが日本に初上陸したと。じゃあ、ここから実際振り返っていくネタとしては、まずアナーキックを振り返っていきたいかなと思いますと。ロンドンにそのラッドっていうスケートの専門誌があったんですけど、そこのエディトリアルデザイナーやってたニック・フィリップっていう人がデザイナーを、うん、やってるってことですね。うん、で、テクノカルチャーとそのスケートっていうのがかつて融合したことってないんですけど、うん、アメリカもそのデトロイトテクノとか結構そのイギリス、ロンドンとは違うテクノシーンがあったりとかして、それなりの人気があったんですけど、全くそう融合したことはないんですが、その、33とかで言ってたもんね。そうですね、日本だとやっぱ33とかがあれなんで、昔はそういうパブリックエナミーの T シャツとか扱ったり、広くなんかクラブ系っていうところだったと思うんですけど、やっぱそこから、TAR 扱ってる、お店になるように、その、日本だとやっぱテクノショップのイメージすごい強いと思いまして、うん。実際そういうブランドを集めてたと思うんで、その、アナーキックやったらギオゴイとかそういう、やっぱりその、テクのレイブシーンにつながってるブランド集めてたと思うんで、うん。でもそういうとこだと思うんですけうん。これリリース、復刻、パレスとコラボで復刻したやつが、僕買ったんだけど、これ去年、一昨年ぐらいかなに、リリース、復刻したんだけど、まさにここで紹介されてるようなグラフィックがそのまま、あ入ったど。そうパーカーとか、ロンティーとか。そう。ですよね。だからパレスってもう本当その、え今のその、スラムティスケースとかそういう、ロンドンのスケート、その後、ブループリントとか、いろいろちょっとブランドあるかと思うんですけど、その、おしゃれ系の、そのスラムシティの流れを組む一番新しいブランドだと思うんですが、そこがなんかそうオマージュして、オマージュというか、ボロに復刻、コラボレートして、その、やってるってところに、その、アナーキックのその、ブランドとしての凄さもうん。分かりやすく出てるってところだと思うんですね。うん。でしかもこれ有刺鉄線とか、これ、あのデザイン入れてるんで、パンクとかそういうやつ、実際アナーキック自体、その、あの、みたいなパンクマークのやうん。つとかあるんで、テクノだけじゃなくて、そういう UK ならではのパンクの、そういうディティールもちゃんと使ってるってところもあるだと思うんですけどね。そうだね。はい。シャットスケーツってことで、これも柳が詳しいかな、ニューヨーク。そうね、はこれもすごいなとか、もうこれ全くシャットが藤原宏さんが紹介してたっていうことを知らなくて見直し見てすごいと思ってたんですけど、い。うん。シャットはそのズーヨークの前身のブランドなんですけど、そのうん。簡単に言うとその東海岸のドッグタウンみたいな感じで、そのイーライ・モーガンって人とアダム・シャッツっていうそのズーヨークのその立ち上げメンバーがいるんですけど、その人たちが、そのズヨクやる前にやってたブランドで、結構知る人ぞ知るブランドなんですけど、うん。うん。まあ、あの映画のキッズとかにも出てるような、ハロルド・ハンターとかも子供時代シャット、スポンサーまで行ってないかもしれないですけど、結構その、可愛がられて、その子供時代にシャットのデッキ、半分スポンサーみたいな感じに乗ってたこともあるし、その、ジェフパンとか、キース・ハフナゲルっていう、ハフっうていう名前ん。で、あの辺もライダーです。結構面白いところだと、なんか西海岸のショーン・シェフィーとか、後にガールに
スポンサードされるショーン・シェフィーとか、あと、クリス・パストラスってステレを立ち上げる、えっと、ジェイソン・リーの相棒みたいな人いるんですけど、その辺もスポンサードされてた、ブランドで、結構好きな人は好きで、サメのグラフィックを使ったのが、結構あれで、有名なグラフィックで、その辺もう本当、なんでしょう、もう何十万みたいな感じで、スケートのデッキとか取引されるようなブランドなんですけど、まあ、日本だとエクスプレッションっていうスケボーチームいたじゃないですか。一太郎さんとか。大阪。大阪の。で、はい、大阪、エクスプレッションってもともとその重要、やっぱストリート、日本でもそういうニューヨーク寄りのスケートスタイルをすごくやってたんで、ニューヨークの人たちとも仲良かったんですけど、一回、やっぱシャット、あの人たちも好きなんで、エクスプレッションがそのシャットとコラボをして、スケートデッキと T シャツとか出してたこともあったりとか、やっぱり日本でもストリートスケート好きの人には、オマージュというか、そういう感じで出されてたり。次、ストゥーシーのフォト T だね。まさに、ここからストゥーシーを知るって人は多いかなっていう。アキラさんとかアキームさんがやってたラブリーマガジンとかにも、ステューシーって別に広告とか打たなかったと思うんですけど、そういうちょっとマニアックな雑誌とかには、当時も広告を打ってて、で、スケボーの話で言うと、昔、クリリンさんいるじゃないですか、大阪の。で、あの時代、東のヨッピーさん、西のクリリンさんみたいな時代があって、で、実はクリリンさんってステューシーからスポンサードされてたことがあって。おお、そうなんだ。そうなんですよ。で、クリリンさんのフォトティーっていうのも、フォトティックっていうのも実は存在してて。もうそれ、もし今持ってる人とかいたら、もう激レアすぎてやばい。それやばいね、すごいね。すげえ。すごいですね。だからもう本当、それぐらいやっぱ、ステューシーは、すごい人とかいたらフォトにする。ひろしさんとかサングラスとかのでよくなってたよね。ひろしさんもフォトになってるんですか？T シャツまでなったかちょっとわかんない。広告とかやっぱ普通にあって。ごめんなさい。クリリンさんもちょっと T シャツまで行ったかわかんないですけど、はい、そうですね。じゃあやっぱりそういうワールドトライブ的な人は、やっぱりそういうのなってる。へえ、クリリンさんもそれすごいね。あれですね、今気づいたんですけど、藤原宏さん、ソニーの帽子キャップかぶってますね。ね、そうだね。日本製ってしかも漢字で上に書いてるね。そうなんですね。日本製って漢字で書いてソニーって書いてあるね。こういうなんか企業物とかを使う感覚も早いですね。当時、ガチでソニーとかかぶってたら、なんかオタクなのみたいなあれだと思うんですけど。しかも、多分この時ってまだソニーがすごいイケてる時代なわけでしょ。なんですか、ひろしさん周辺がソニースポーツとか、ああいう、ちょっとおしゃれな。あれも多分、この人たちが流行らせたあれだと思うんですけど、それの先取り的なあれなのかもしれないですね。だからちょいちょいだって、いろいろソニーのは、この後、それこそラストオージー時代に入ってからも出てくるから。そうなんですね。なるほど。このブルーのページの、前のすか見開きの左側かな。はい。これのね、左側のベティブルーと、キョンキョンがベティブルーの T シャツと、あと右側の藤原宏さんのモーベタブルースはスパイク・リーの映画で、だからフランス映画と、あとスパイク・リーの最新の映画とっていうので、出してるのがまたかっこいい感じ。で、もう一個、この一番メインになってる、ファックオフマクドナルドの T シャツっていうのが、これ、実はバンドっていうか、グループの T シャツなのね。だからこのね、ちっちゃいさ、方の写真に、このフィニトライブって書いてあるんだけど、フィニトライブアニマルファームって書いてあるんだけど、
本当この下の方にね、この大きくなったカットは切れてるんだけど。で、この I love って、キョンキョンが、これは、これガムテで普通に。これガムテや。なるほど。キョンキョンは Mac が好きだから、そう書いてるっていう感じ。そうなんだ。なるほど。そう。まあでも、ベティブルの T シャツとかも普通に映画のポスターみたいな女の人のプリントティーなだけなんで、でもそれでも映画のチョイスでおしゃれに見えるっていう感じですよね。そう。だけど多分これ、あんまりなかなか探さないと、この当時は手に入りづらい T シャツが多いんじゃないかな。問い合わせがないじゃん、これって値段とか。確かに。全部。これどこで買ったらいいんですか？それがまた宝探し感つか、みんなやっぱこれをやるわけじゃない、探すっていう。でもこれで見つけて、やっと変えたときに、やっぱこの楽しさがね、やっぱ大事だよね。あと探す、それこそね、さっき遠山さんが言った小さい写真の方にバンド T らしきも、バンド名らしきものがあって調べて、つながるみたいな、なんかそういうのも。アナーキックとかステューシーとか、このなんかストリート、いわゆるストリートブランドとか、そういうのにつながるようなブランドもピックアップしつつ、映画も紹介できてて、これ多分、モーベタブルースも一番このオンタイムでも結構、オンタイムで最新だった映画だと思うから、時代的にね。で、プラス、ソニーのキャップとか、マクドナルドとか、企業ものも面白いっていうので集めてるから、バランスが結構いいんだよね。このライフのロンティーとかもそうなんだけど、そうですね。かなり気合入って。そうですよね。で、それを小泉今日子さんが着てるっていう凄さもありますよね。この2人ともやる気満々だからね、顔がね。そうですね。楽しそうな感じが。こんな感じで。また次回お願いします。はい。お願いします。